内山浩一のザ・ゴッドチャンネルです。はい。はい、今日は、7月の28日ですけどね、ライブニュースやってたらね、なぜか知らないけど、スイッチが入ってしまって、裏話がね、出てしまったんですけ流ど、れちゃったんですね。うん。で、終わったらすぐどなたか来られましたので、聞いてみたいと思います。そうなんだ。そうなんです。はい、それではよろしくお願いします。はい、はい。皆さん、歌詞お願いします。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今、頭上におられ方お願いします。はい、エレナさんにお入りいただきますようよろしくお願いします。うん。はい、おいでいただきましてありがとうございます。はい。はい、お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。クロードと言います。黒藤様、おいでいただきまして誠にありがとうございます。それでは申し訳ございません。お言葉いただけませんでしょうか。それから簡単な自己紹介いただきますと助かります。よろしくお願いします。私は、このフランスのオリンピック開会式の全体を指揮していたものです。それは三次元的な存在ではなく、4次元、5次元から指揮していたものです。あ、はい。全体の流れとしては、世界中の人々の度肝を抜くということで大成功だったと思っています。非常に斬新なアイデアで、技術的にも難しいものがたくさんあったけれど、その技術の粋を集めて、行ったことで、えーうまくいかなかった部分も若干あったけれども、それでも全体を通して、大成功であったと言ってよいと思っています。それは何を意図したかということでありますが、人間の側が、いろいろ具体的に考えて進めていた、その根底にあるものが、私の方から流したインスピレーションであると思っていて、それは何を意図したかということです。つまり、世界の流れを、見よということです。セーヌ川の流れに沿って、世界中の選手たちが船に乗って流れていくということが、すなわち、この流れに世界が乗るということを意味している。この潮流に乗って世の中は流れていくのだということをまずは大きく示している。そして人々が喜び、両手を振って観客に向かって、えー喜びを表現している。また観客もそれを見て声援を送っている。この姿が世界中の流れが一つになるのだということをまずは示しているということであります。そしてこれを逆流する者はいなかった。つまりその方向に時代は流れるということであり、しかし最終的にこの
流れ着いたエッフェル塔から、オリンピックのこの、トーチ、火がまたこのセーヌ川を遡っていくという姿も同時に見せたわけであります。これは何を意味するか。つまりは原点回帰であります。これを遡り、聖火台のあるところまでセーヌ川を登っていったということは、本来のあるべき姿、もともとのもうああるべき本来の姿に、思いを寄せる、馳せるということをまた意味しているのであり、始めであり、終わりである、両方の意味を持たせたのであります。そうすることによって、えーこの聖火台を大きな気球で、えー表したのであるけれども、これは地球を意味しているのであり、人々の熱い思いがこの地球を支え、そして天に昇っていく様を表しているのであります。まさにスポーツの祭典を通して世界が統一されていく。そういうイメージを作り出した。その途中で様々にあった、うーん、いろんなパフォーマンス。この中にはフランスの過去のおぞましい歴史も含めて表現されていた。それは、それを隠すことなく、こういう歴史があったという場所そのものを舞台として表すことによって、おぞましいものを隠すのではなく、正直にそれはそれとして世界に見せたという意味で、これは嘘も隠し事もないということを一つは表している。そしてまた輝かしき、うん、部分も数多く表現していたということが言えるでしょう。人間の側でそれはいろいろ考え、アイデアを出したものであるが、全体としてやはり世界の歴史の中にはおぞましき歴史がたくさんある。どの国にもそういう時代はあった。どの国にも、目を覆いたくなるような過去があったということを一つには表している。美しいことばかりではなかったということ、これを一つ表現しているということであり、それを賛美するという意味ではなかったのであるが、それをもこの国は表現して見せたという意味で驚きであっただろうと思います。
やはり、毒は毒、海は海として出すべきものは出す。こういう考えのもとに表現したものであります。批判も承知の上でやったということでしょう。そういうことで、今現在、世界各国の、スポーツ選手たちが熱い戦いを繰り広げている、ところで、あります。やはり一つのオリンピックとしてのあり方の新しい形というものを今回提示したということであります。今後、どういう方向に向かうかが楽しみです。以上です。はい、ありがとうございます。オリンピックの開会式の、なんて言いますかね、思いに込められた思いというものを教えていただきまして、本当にありがとうございます。はい。結構、誰もやられないようなことをね、やられまして、そしてそれが深い意味があったということで、この意味を多くの方に伝えていきたいと思います。はい、はい。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。監督、そういうことで、開会式に込められた思いというのは、そんなことだったみたいですけど、監督どう思われますか？はい、意味は分かりました。はい、ありがとうございます。ただ、クロード様が4次元から5次元の間からいらっしゃったっていうのが少し引っかかってしまいました。ですね。あと、世界を統一したいっていうのは、どういう意味でかなっていうのは少し引っかかりました。どうですか？そうです。そうですね。クロードさん自身がね、5次元あたりの存在だっていうことですよね。そこから来たっていうことはね、多分。でもどうなんで3次元すね。よりは、3次元より上でしょう。少などうなんからずね。でしょうね。それが、そのまま取っていいもんでしょうかね。わかんないですけどね。まあ、そういう次元の人もいるし、8次元の人しか来ちゃいけないってことはないですよね。その上の方の意向を受け入れられたかもしれませんしね。受けて5次元の方がああいうふうにインスピレーションを送ってこられた。ということ。だから上の方がどういう世界の方なのかっていうので変わってきますよね。クロードさんのその上の方ってことですかね。そうですね。そうですね。だから全てのことを結構ね、上からのいろんな世界からの影響力を受けながら、例えば、6次元とか5次元で表現してみたり、思ってみたらそれが3次元で形となって現れたりしてますんでね。からね、そうですね。だから引っ張ってくるところによってそうですそうです。違ってきますもんね、言い方が。今の話の内容によっては内容だけを見るとそこそこいいんじゃないかっていうふうに思うところもありますけども、さっき言われたその世界を一つにする、その世界を一つにするっていうのが天上界の思いで一つになっていくのか、良き方向で、それともこの地球をなんとか悪い方向でもって、悪いって言いますかね、地球人類を家畜化する方向でもって一つにしていくのかっていうのって変わってくるんですよね。でも言葉はね、地球を一つにするっていう。そうですそうです。でも内容が果たしてどっちが含まれているかっていうところを見抜いていかなくちゃいけないんですけども、見抜かなくちゃいけませんね。このままでは非常に分かりづらいというところであって、そういう意見なんだなっていうことをそのまま受けていけばいいかなと思いますね。ですね。監督、そんな感じでいいですか？はい、ありがとうございます。はい。さて。監督からすれば、納得いかんっていうところがあるみたいなんですけども、またそのうちだんだんと分かってくるんじゃなかろうかと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。高明です。はい。
お父さんの守護霊さんになりますかね。そうです。あ、ねそうですか。はい。はい。高草の時代にはい持。ち越した問題。持ち越した問題。うん。それを引き継いでると思うんですね、問題集が。ああ、はい。はい。はいはい。ですから、高草の時の、ちょっと、そういったエピソードなんか教えていただけませんか？あ、うんはい。木々の生い茂った、こう深い山でした。ちょっと無理をして登ったと思うんですね。足を滑らして落ちたんです。落ちました。はい。足の骨を折りました。上がれなくなってしまって、まあ、それっきり。あ、そこで亡くなられたんですか？そうでした。多分そうです。私の記憶はもうそこで、途絶えてますね。あ、だから今の痛み、足の痛みはそこの骨の骨折のところですか？多分そうでなかろうかと思いますね。ああ、なるほどね。はい。うん